私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回は、心理学の視点から幸せを遠ざける3つの間違った思い込みについてお話しします。幸せになりたいという気持ちは、世界中の人々に共通する願いではないでしょうか。けれども実際には、自分は幸せだと感じられないこともあります。その背景には、幸せに対する誤った思い込みや勘違いが潜んでいるのかもしれません。では、その間違った思い込みや勘違いとはどんなことでしょうか。最初の誤解は、幸せになることに対する罪悪感です。あなたもこんな風に感じたことはないでしょうか。世の中には苦しんでいる人がたくさんいるのに、自分だけが幸せになるなんて申し訳ない。特に日本人は、他者への思いやりを大切にする文化的背景もあり、自分の幸福を追い求めることに、後ろめたさを覚える人が少なくありません。けれども、これは幸せに関する大きな誤解の一つです。ポジティブ心理学の研究によれば、幸福は決して利己的なものではありません。なぜなら、周囲の人々の幸せに寄与し、社会に貢献するためには、まず自分自身が幸せであることが欠かせないからです。このことは幸福の波及効果として科学的にも裏付けられています。幸せな人は幸せオーラに包まれ、自然と周囲にも前向きな影響を与えるものです。家族や友人、同僚、さらには地域社会にまで、その効果は及ぶでしょう。笑顔は人から人へと伝わり、前向きな態度は相手を勇気づけ、心が安定している人は、意欲的になって建設的な行動を取りやすくなるからです。逆に考えてみてください。自分が不幸で心に余裕がないときに、本当に誰かを支えたり、幸せにしたりできるでしょうか。飛行機の安全説明でも、まず、自分自身に酸素マスクをつけてから、他の人を助けてくださいと指示があるように、まず自分自身が幸せで安定していることが、他者を助けるための前提となるのです。幸福な人は創造性や生産性が高まり、より良い発想や解決策を生み出しやすくなります。これは個人の成長にとどまらず、組織や社会全体にも、プラスの効果をもたらします。つまり、あなたが幸せになることは、決して自己中心的な行為ではなく、社会への大切な貢献でもあるのです。幸せを遠ざける2つ目の勘違いは、成功すれば幸せになれるという思い込みです。あなたも一度は考えたことがあるかもしれません。大きなことを成し遂げられたら、幸せになれると。例えば、年収が2000万円になったら、幸せになれる。結婚相手が見つかったら、人生が変わって幸せになれる。あの会社に転職できれば、幸せになれるといった具合です。ここに共通しているのは、外的な条件が満たされることで、初めて幸福が得られるという点です。この考え方は一見もっともらしく思えますが、ポジティブ心理学の研究から見ると、正しいとは言えません。実際には、外的条件と幸福度との相関関係は、私たちが想像するほど強くないのです。プリンストン大学の研究によれば、年収が$75,000、約800万円までは、収入の増加とともに幸福度も高まりますが、それ以上になるとその効果は頭打ちになると示されています。日本の内閣府の調査でも、
同じ傾向が見られ、年収700万から1000万円未満と、1000万から2000万円未満の幸福度には、大きな差がなく、収入が増えても、幸福度はあまり変わらないことが報告されています。ポジティブ心理学には、幸福優位性という概念があります。これは、成功するから幸せになるのではなく、幸せだからこそ成功しやすくなるという考え方です。幸福な状態にある人は、そうでない人と比べて、多くの面で優位に立ちます。免疫機能が高まり、平均寿命が伸びる傾向にありますし、仕事ではパフォーマンスが向上し、創造的な解決策を見出しやすくなります。人間関係においても、良好なコミュニケーションを築き、安定した関係を長く維持しやすいのです。つまり、外的な豊かさや成功は、幸福の原因ではなく、結果なのです。内なる幸福感こそが、外の世界に豊かさを生み出す原動力となると言えるでしょう。それではなぜ、私たちは成功すると幸せになれると思い込んでしまうのでしょうか。その背景には、消費社会の影響や、目に見える成果を重視する文化があるのでしょう。広告は常に、これを手に入れれば、幸せになれると訴え続け、私たちは、無意識のうちにその価値観を受け入れてしまいます。また、成果主義の社会では、成功者が称賛されやすいため、成果を上げることこそが、幸せの条件だと思い込んでしまう人も少なくありません。成功が幸せを生むのではなく、幸せが成功を生むという視点を理解できれば、ただがむしゃらに成果を追い求めるよりも、まず自分の内面を整えて、幸せを感じられる状態になることが大切だと納得できるでしょう。幸せを遠ざける3つ目の勘違いは、ポジティブ至上主義への崇拝です。つまり、幸せになるためには、常に前向きでいなければならない、と必死に努力する姿勢が問題なのです。いつも笑顔で、ネガティブな気持ちは悪だから排除しよう、といった考え方で、自分を無理やりポジティブな状態に保とうとすることは、かえって逆効果になるからです。一見すると、健全で理想的に思えるかもしれませんが、実際には、その姿勢こそが、私たちを真の幸福から遠ざけてしまうのです。ウェルビーイング研究者である、タル・ベン・シャハー博士は、このポジティブ神話から離れることを強く推奨しています。彼の研究によれば、幸せになるためには、逆説的ですが、辛い感情をありのまま認めることが欠かせないのだそうです。特に困難な状況に直面しているときに、無理やり前向きになろうとすればするほど、心は苦しくなるでしょう。こんなことで落ち込んではいけない。もっと前向きに考えなくては。と自分を責めることで、元々のネガティブな感情に加え、自己批判という二重の苦しみを背負ってしまうからです。人間は感情の生き物です。喜びや怒り、安心感、楽しさといったポジティブな感情もあれば、悲しみや怒り、不安、恐れ、失望といったネガティブな感情もあります。これらの感情は心の中で生まれ血は消え、その循環を繰り返します。それは人間にとって自然な営みであり、否定したり抑え込んだりするよりも、感じるままに受け入れた方が良いのです。ネガティブな感情も、その存在を認めてあげることで、やがて和らいでいくものです。ありのままを受け止める姿勢は、自己需要を深め、心の健康や成熟を育むことにもつながります。
ネガティブな感情を受け入れられる人は、心の器が広がり、自分に対しても、他者に対しても、寛容になれるものです。その結果、人間関係も豊かになり、そこから新たな幸せを感じ取れるようになるでしょう。つまり、ポジティブ神話を崇拝して、苦しい時に笑顔を取り繕うのではなく、辛さを辛さのまま受け止めることこそが、真の幸福に近づくための大切な道なのです。では、心を幸せな状態にするためには、どうすればよいのでしょうか。その答えの一つが、自分の心を整えることです。そして、そのために有効とされている方法の一つが、マインドフルネスです。マインドフルネスとは、今この瞬間に意識を向け、評価や判断を加えずに、自分の感情、思考、身体感覚をそのまま観察する実践のことです。例えば、怒りがこみ上げてきたときに、ああ、今、私は怒りを感じているのだなと気づき、その感情を否定せず受け止めます。練習を重ねることで、感情に振り回されることが減り、落ち着いて適切に対応できる力が高まっていくでしょう。これは心の安定や平穏に大きく役立つものです。実践方法は、日常の中に無理なく取り入れられるものが多くあります。例えば、朝起きた時に、数分間、静かに座って、呼吸に意識を向ける瞑想を行うのも良いでしょう。食事の際に味や香り、食感にしっかり注意を向ける。マインドフルイーティングも効果的です。歩いている時に、足の感覚や周囲の音に耳を傾けたり、日常的な作業の中で、手の動きや身体の感覚を意識したりすることも方法の一つです。大切なのは、ほんの数分であっても、毎日繰り返し、今この瞬間に意識を戻す練習を続けることです。科学的研究によれば、マインドフルネスを継続的に実践することで、感情の調整に関わる脳の働きに変化が見られること、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が減少する傾向、さらに免疫機能の改善も確認されています。また、集中力や記憶力の向上、創造性の高まりといった効果も報告されています。もちろん効果の現れ方には個人差がありますが、少しずつ積み重ねていくことで、自分の心を穏やかに整える手助けになるでしょう。心を整え、幸福感を育む方法として、マインドフルネスと並んで効果的なとされるのが、感謝の実践です。その代表的な方法の一つが、感謝日記です。これは、毎晩眠る前に、その日に感謝できることを3つ書き出すという、シンプルな習慣です。例えば、友人から優しい言葉をかけてもらった。天気が良くて、気持ちよく散歩できた。仕事を予定通りに終えられたなど、小さなことでも構いません。心理学の研究によれば、感謝の習慣を数週間続けるだけで、幸福度が高まり、ストレスが軽減される効果が報告されています。さらに、感謝できることを日常的に意識することで、人間関係がより良くなり、人生全体への満足感も高まる傾向があるとされています。忙しい毎日の中でも、ほんの数分を、感謝できることを振り返る時間に当てることで、心が穏やかになり、前向きな気持ちを少しずつ育てていけるでしょう。今回の話をまとめてみましょう。今回は、心理学の視点から幸せを遠ざける6つの勘違いについてお話ししました。
ここでもう一度、そのポイントをおさらいしましょう。第一に、自分が幸せになることに、罪悪感を抱く必要はありません。なぜなら、自分が幸せであるからこそ、その安心感や喜びは、自然と周囲へと広がっていき、周りの人々を幸せにできるからです。あなたの幸せは、決してあなただけのものではなく、周囲の人々をも明るく照らす力を持っているのです。だからこそ、ためらわずに幸せを追い求めてよいのです。第二に、幸せをもたらすのは成功ではなく、幸せな心の状態こそが、成功を引き寄せるという視点を持つことです。この順序を理解するだけで、人生の歩み方は大きく変わっていくでしょう。そして第三に、常にポジティブでいなければならないという思い込みは、かえって自分を苦しめてしまいます。大切なのは、どんな感情も否定せず、そのまま受け入れること。ありのままの自分を認めることで、自己需要が深まり、自己肯定感が育まれ、真の幸福へとつながっていくでしょう。さらに、幸せを外に探すのではなく、自分の内面を整えることの大切さについても触れました。その実践法として紹介したマインドフルネスや感謝日記は、いつでもどこでも気軽に取り入れられるものです。幸せとは、特別な条件を満たした時に訪れるものではありません。今、この瞬間にある小さな喜びや感謝に気づくことから、少しずつ育まれていくものです。どうか今日から、日々のささやかな喜びを大切にしながら、自分らしい幸せを育んでいってください。あなたの未来が明るいものになりますように。ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。